ます。週のギドスロットかけです。テンションを無理やり上げました。すいません。昨日は足トレ取ったんですけど、今日は肩取ろうかなと思います。体重がね、ちょうど 80.5 ぐらいあったかな。だいぶ増えてますね。普通に増えちゃいますね。増やそう思ったら、今から肩トレに行っていきたいと思います。朝のルーティン的にはね、正直朝起きてすぐに白湯飲んで、白湯と一緒にサプリメント飲んで、ビタミン D とニンニク、ガーリックとファットバーナーが今日最後やったんで、それ最後飲んだのと、でホットコーヒー作りながら、トレーニング中に飲む EA とクレアチンとポカリの粉を作ったやつ、トレーニング前にプレーワークとして、その前に飲むやつサプリがアルギニンとシトルリンとベータアラニンをもうビルダーの実そのまま粉で入れて飲むっていうようなことをしてます。今から行っていきたいと思います。今日もね、かなり正直忙しくなってて、11時からまたお客さんのカウンセリングも入ってたりするんで、それまでに10時からまたオンライン会話で、今日は5時に起きたんですけど、ちょっとね、やっぱ4日間連続の筋トレということで、昨日足トレしちゃうっていうのがあって、かなり疲労が正直溜まってますね。今日が朝起きるのが一番ちょっときつくて、一瞬寝たろうかな思ったんですけど、さすがにね、寝たら一日無駄になるっていうのが見えてたんで、無理やり起きましたが、頑張っていきたいと思います。ルーティンを作るためにね、最初にここは乗り切らないといけないんで、行ってきます。最近ね、もう一緒、全部一緒。はい、今日は肩トレの日になっております。先ほども言ったんですが、まず1種目目がですね、1種目目がですね、何でしたっけこれ、マシンラテラルレイズになります。僕ね、最近、僕は本当に弱点部位が肩と胸で、肩のね、最初の1種目目が結構ね、サイド系すると、ちょっと左肩が、違和感があったりするんで、なるべく、低重量で行うようにしてます。でなるべく僕この種目は僧帽筋を使わずに、肩だけで上げるようなイメージで。で、僕の場合上げすぎると僧帽筋に入ってくるんで、上げても90度ぐらいまでっていうような感じですね。でも基本的にずーっと肩に乗っかってるような感覚を意識しながら90度まで上げて下げてっていうのを繰り返すっていうような感じになります。なるべく意識しながらですね、本当に折る先もゆっくりっていうような感じで。でサイドから、1種目目、一番やっぱりサイドが、僕は前から見た時の肩の張り出しが結構少ないっていうので、横から見た時はまだマシなんですけど、やっぱり前から見た時に迫力がないというか、もう単純に肩幅も元から肩幅がない分、やっぱり肩とか他の筋肉でカバーしないといけないっていうのがあるんで、基本的には僕は最初はサイドからやっております。でたまにドロップもさっきやってたんですけど、今の重量で限界が来たらちょっと下ろしてドロップするっていうような感じになります。では次は2種目目になります。これがですね、マシンショルダープレスなんですけど、僕いつも逆でやってるんですよ最近は。なんでかというと、背中につけて、背中固定するとあんまり胸にも入るんですね。胸の上部とかには。で胸の上部とか別に入れたいわけではないんで、もう肩全体に入れたいっていうような感じなんで、特に全部とかに入れたいんで、最近胸と肩をやっぱりがっつりやってるんですけど、やっぱり頻度が多かったりすると、やっぱり肩とか胸のあたりの繊維神経系がちょっと筋肉痛になってたりとか、ちょっと痛かったりする場合もあるんで、なるべく肩の日はもう肩だけ入れるイメージでやってます。でこれもね、右左でちょっと左右差はあるんですけど、こんな感じで、肩がやっぱり固定されてないと、もう肩だけで上げるっていうことができるんで、ちょっと重量は扱えないんですけど、なかなかね、僕肩鍛えるのあんまり得意な方ではないので、ちょうど僕にはいいのかなって。高重量扱うとね、やっぱり胸とか変なところを意識してしまうんで、背中とかもで、なるべく肩だけ入るようなやり方と種目でやってるっていうような感じになります。次が3種目目になりますね。リアレイズ、ダンベルリアレイズになります。
これはそうですね、結構前かがみになって、ちょっと腰は入れてないんですけど、本当に背中も抜いて肩の後部だけで上げるっていうようなイメージですね。でね、これダンベルローのなんか腕引きバージョンで肩の後ろに入れてるんですけど、これはね、ダンベル台を、胸につけてやってる方がいいですね、正直言うと。だから今回そのやり方やったらあんまり入ってなかったので、次からは多分しないですね。でもなるべくやっぱり1ヶ月2ヶ月は同じような種目でとことん追い込むっていうことを基本的にしてるんで、あんまり種目数とか種目の種類とかっていうのは変えないです、正直。たまに順番変えたりはするんですけど、肩の調子とかその調子によっては。でも基本的には同じ種目同じ順番で同じ時間帯のトレーニングっていうのをなるべく心がけてやってます。次が4種目目になりますね。これはね、アブダクションのマシンなんですけど、ちょうどね、座るところに背中を置いて、今こんな感じでやると、さっきの座ってるラテラルレイズのマシンと結構似たような感じなんですけど、こっちの方が、こっちもね、左右差がある人とかには結構おすすめで、しっかりね、やっぱり、寝てる分、なんすかね、しっかり平行でできるっていうような感じで。これもね、パッドがあるんですけど、パッドが結構腕のね、上の方、もう肩の本当に下の方までついてるんで、もう結構肩だけ、もう上げてしまえばもう肩しか効かないっていうような状態なんで、しかも寝てる分、僧帽筋もあんまり効いてこないっていうような感じですね。本当に肩だけでしっかり上げれるっていうようなことができます。あんまりこのね、このアブダクションのマシンでやってる人はあんまりいないですけど、なんかやってるたまにね、滋賀県でなんかラテラルレイズのね、サイドレイズのマシンがなくて、これで結構やってる人が多かったんで、じゃあ僕もやってみようと思って、でやってみたら、意外とええやんっていう。だからね、僕ダンベルサイドレイズをやってないんですよね、最近。でもちょっとなんか最後の最後の種目で軽い重量で高レップしたりするんですけど、基本的にはあんまりしてないですね。やっぱりね、肩のトレーニングが下手すぎるんで、おそらく。なんでちっちゃいっていうのもあると思うんで。なんでこっちの方がね、やっぱりマシンとか固定されてる方が僕には合ってるかなっていうような感じですね。やっぱこの軌道がもう基本的に一緒なんで、あとは自分の体をどういう風にどこに置いてどういう風に力を入れればいいかっていうような形になるんで、そういう風に意識してやっております。これもね、そんなに高重量は扱ってないんですけど、最大ネガティブと上げるの下ろすのをゆっくりできるようにちゃんと意識できるような重量でやってます。で次が5種目目になりますね。じゃあ6種目目か。はい。サイドレイズじゃない、ハンマーショルダープレスの逆バージョン。これもやっぱり普通の位置でやってしまうと大胸筋にちょっと入ったりするんで、もう基本的にもう肩だけっていうような感じですね。上げるときにちょっと仰向けというか、ちょっと胸を張るようなイメージですね。で下ろすときに頭を入れて肩で全体で支えるっていうような感じでやってます。この種目はね、結構いいですね。結構ね、前はダンベルプレスを立位でやってたんですよ。立ってやってたんですけど、なんかね、腰が痛いっていうわけで、腰が抜けそうになるんで、しかも重量があんまり扱えないんですよね、正直。やっぱり24キロとか10回で限界なんですよ。だから、より思ったのが、背中をとりあえずつけたりすると、すげえ高重量扱えるなっていう。それでね、肩全体にしっかり効かせられるとはいいんですけど、僕の場合、やっぱり胸逃げちゃったりとかしたりするんで、基本的にはやっぱりこういうバランスがあんまり取れてない種目でプレスをするのが僕は最近というかこれからなんですけど、自分に合ってるなっていうので、基本的にこういう風な感じでやっております。はい、だいぶ脂肪も乗ってきましたね、正直言うと。ライティングが良すぎるだけです。今ね、体重が81、2キロぐらいかな、多分。でね、やっぱりボディービルダーで、僕もね、正直今年が初めてなんかちゃんとした減量やったんですよね、正直。去年もボディービル1回だけ出てるんですけど、
う減量1ヶ月だけみたいな、もうそれぐらいの程度しかやってなくて、なんかあとはもう全然絞りきれないのに週に1回もう毎回チートしてたみたいなっていうような感じだったんですけど、今回のその半年間仕事辞めて半年間減量した、本気で減量したんですよね。だからボディービルダーってね、その増量期減量期があるんですけど、増量期なんですかね、例えば今回僕12月に出て、で今回また今年の10月26日兵庫県の FWJ のクラシックフィジークに出ようと思ってるんですけど、そうなってくると、月2キロペースで落とせれば、ストレスフリーでできるんですよ。今回思ったのがやっぱ3キロ4キロになってくるとちょっときついなっていうのがあって、なんで2キロペースで落とすとなると、今回絞ったのが72キ点なんぼで、70キロまで落とそうとなると、80キロが減量スタートになってくると5ヶ月いるんですよね。ちょっと待ってくださいね。この説明しますね。で次が7種目目かな。マシンの、サイドレイズじゃない、リアレイズか。これ両手でやってるんですけど、片手で最後のセット数は片手でやったりしますね。ちょっと動画撮れてないんですけど、やっぱり両手でやるより片手でやった方がなんか伸びてる感じもして、すごい筋肉もパンパンに張るんで、僕は最近片方ずつやったりしますね。あと高重量も扱えるんで片方の方がっていうので、なんで今80多分 1,2 キロぐらいなんですかね。多分最近ちょっとあんま測ってないんですけど、測らんとダメなんですけど、ちょっとジムがオープンするっていうのでなかなかバタバタしてできてないんですけど、で体重がね増量期に増えすぎてしまうと減量期が早くなるんですよね。なんで増量期の期間が短くなるんで、なるべくねクリーンな食事をしないと増量できないっていう、増量の期間を設けられないっていう、1年に1回大会のシーズンを作るってなると、そういう風になっちゃうっていう。なんでボディービルダーの世界に入るってことはもうなんすかね、増量期やからといって好きなもんをいっぱい食べて脂肪を蓄えるとかじゃなくて、なるべく脂肪をつけずにクリーンな食事、いわゆるなんすかね、体にいいと言われているような食事をしないと、またあんまり増量期っていうのでその筋肉をいっぱい増やす時期を設けられなくなるっていうので、また減量が早くなっちゃうんで、だから僕やと84キロとかまで増やしてしまうと、今1月半ばですけど、5月6月に5月で始めようと思うんですけど、もう4月ぐらいで始めたらできないっていうの、減量期間がもう3ヶ月とかになってしまうっていうので、なんでもうやっぱり僕はもう本当に80キロで頑張ってちょっと抑えようとしているような感じになります。でちょっと話変わって、次の種目がですね、これ背中のマシンなんですけど、なるべく肘をね、前にせずに後ろにして肩後ろに効かせようとしてたんですけど、あんまり効かなかったですね。やってみたんですけど、でコーナーやめててに来てね、いろんなマシン使ってるんですけど、本当に自分に合うマシンとか動きとかっていうのを確認してるんですけど、さっきのは合わなかったんでもう二度としないです。で次がネタアップライトローです。これちょっとグリップねいろいろとあるんで変えてみてるんですけど、どのグリップも正直あんまり変わんないですね。固定されてるなんか EZ バーとかストレートバーとかでもやってたんですけど、あんまり変わんないですね。その日の気分でやろうかなっていうような感じで、結構ねアップライトローは最後の種目で、そこまで重たいの使わずに、肩のサイドから上まで全部意識できるように丁寧にやってるというような感じになります。でね、こういうグリップ変えたりとかしていろいろ試してるんですけど、やっぱりアップライトローってね結構腕の全部とかね結構入ったりするんですよね。立ってやっててもそうですし、なんで基本的に腕にあんまり使わずやるっていうのがミソですね。これもね寝てやってるっていうような感じです。しっかりやっぱり丁寧にやったらきつかったですね。やっぱアップライトローはね早くしちゃダメですね。より思ったのがこういう風な感じでね本当に丁寧にやるっていうのは大事です。はい、でまたショットですね。僕のショットです。はい、だいぶね腹筋がなくなってきました。全然違うんですね。やっぱり7キロ6キロ増えるとブニブニっすね。
まあ、普通の人から見たらまああれなんでしょうけど、まあ、でもこれ以上増えちゃったらもうボディービルダーのオフ期じゃなくなるっていうような感じですね。この時多分81とか80キロぐらいなんで、ちょっとね、ちゃんとジム落ち着いたら、ジムとか自分のジムができて、しっかり落ち着いたら、2ブレーンに変えたいと思ってますんで、今1ブレーンだけなんですけど、やっぱりね、運動神経は悪いやつほどって本当に競技でやるんだったらやっぱり2ブレーンしないといけないですね。それぐらい筋肉伝達を凄まじく上げていっぱい食って、はい、筋トレのが終わりまして、家に帰ってきて朝ごはんを食べてすぐ10時間オンライン会話して、全然ちょっと取れてなかったんですけど、でまた店の方に11時からトレーニングのカウンセリングと食事のカウンセリングのお客様11時から500入ってたので、それがカウンセリングが終わりまして、今からご飯を食べたいと思います。今日は僕のご飯ですね、低温調理したのがですね、やらかして生なんですよね、ほぼ全部で。これをね、電子レンジをチンしてもう普通の硬い胸肉に変わってるっていう。もうね、増量期やからといってもう好きなもんバンバン食べてるわけじゃなくて、基本的にはまあこういう胸肉と野菜と白米200食べてるっていうような感じです。お腹空いたんで今から食べていきたいと思います。今日はね、ちょっとネイキッドっていう車を買うかもしれないので、そこにちょっと今日行く予定ではあるんですけど、もしかしたら時間が今日ちょっとないんで行けないかもしれないですけど、また明日時間あったら行きたいと思います。また次の食事でお会いしましょう。